みんなおはるなティーアニョハセヨ。300年後の未来から来た新人宇宙飛行士 VTuber アルテミス1です。アルテミス1の空散歩始まるよ。てて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 、あ、違う。最近海外の方も見てくれてるので、いろんな言語で挨拶してます。今回はね、韓国語でこんばんはさせてもらいました。では他にもね、英語でねちょっとね、言いたいと思います。Thanks for watching, and if you don't understand Japanese, watch it with auto-translated subtitle. まあこういう日もあるよ。いちも人だからさ、噛むんだよ。あ、みんなおはるなティーありがとう、嬉しい。今日もいっぱい見てくれててサンキュー。さあ、5回目の配信だ。ね、5回目にもなってくるといや、緊張はするな。でも本当にみんながね、こうやってコメントでね、おはるなティーって言ってくれて嬉しい。あれ、おはるなティーじゃない人もいる。アニョナティー世界の挨拶1バージョン作りますか。いやでもね、こうやってやってくれて嬉しいです。ありがとう。あ、音量大丈夫ですか？今日は大きいなとか、いや今日ちっちゃいなとかあったら教えてほしいんですけど、どうだろうか。音量いかがでしょう。わーい、みんなありがとう。嬉しいコメント。わーい。あ、大丈夫そう？じゃあ、大丈夫。ありがとう。じゃあ大丈夫と見て。オッケー。Thank you。まただ。やめてよ、もう。なんでいつなんか見えてる？コルク隊長さん。もう。ほどよし。ありがとうございます。じゃあ今回はこれでいきたいと思います。では、まずはね、1の配信のハッシュタグです。宇宙1ライブ。このハッシュタグをつけて、たくさんポストしてもらえると嬉しいです。いやほんとね、いちはね、毎日のようにこのハッシュタグね、チェックしてるんだよ。なので、この宇宙1ライブ、ぜひぜひね、ハッシュタグつけてコメントしてもらえたら嬉しいです。お願いします。じゃあ、あれですね、ルナクルーのみんな、今日も挨拶いきたいと思います。私がルナクルーのみんな、準備はいいって言ったら、イエスマムって答えてください。お、ちょっと待って。やや大きくてもいい感じ？ちょっと待ってね。ちょっと調整してみるわ。です。てて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 違うんだって。ちょっと音量をね、確認するためにね。ちょっと待って、こんな感じで。我々は、結構大きくしてみた。結構上げてみたよ。どうかな？どんな感じ？コアルナティありがとう、やかいさん。どうだろうか？こんな感じで、ちょっとね、音をね、上げてみました。こんな感じでどうかな、みんな。オッケー？いいと思います。ありがとう。オッケー。じゃあちょっとね、大きくした感じで、今日はやって。鼓膜を破壊しに来るつもりで来い。本当に、やるよ、1は。ということで、ありがとう、みんな確認。じゃあね、今から私がルナクルーのみんな準備はいいって言ったら、みんなコメントでイエスママって答えてくれたら嬉しいです。じゃあこれね、いつもの挨拶もいきたいと思います。ルナクルーのみんな、準備はいい？ワクワク、ドキドキ、ワクワクドキドキ。どうかな？今日はみんな言ってくれるかな？ピースポートさん早い。イエスマーム。わーい、みんなイエスマムありがとう。イエスマムイエス。みんなのいろんなイエスマム見れるの最高だな。イエスマム。ありがとう、嬉しい。コメントで書き込んでくれてない人も画面の前でイエスマムって言ってくれてるって信じてるよ。わーい、みんなありがとう。わーい、Thank you。
今日もありがとうございます。で、あとね、いちが何かお願いとかしたときは、了解とか分かったよの時の返事では、コピーって言ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあさあ、では今日は前回大好評だったこの企画、あるるの宇宙ニュース。皆さんこんばんは、アルテミス1です。最近私が気になっている宇宙ニュースを紹介していきます。へへこれ毎回やるのかなっていう感じで、今回もやっていきますよ。よろしくお願いします。どうぞ最後まで見てってくださいね。では、今週のニュースラインナップはこちらです。ババン。はい、こちらでーす。最初のニュースは、はい。有人宇宙飛行ミッション、クルー9打ち上げ成功しましたいやー、これですよ。みんなも追ってたでしょ、この情報。いちもめっちゃ見てたよまあね、ちょっとね、これもね、詳しくね、詳しくっていうかね、ちょこちょこお話しさせてもらいますと、NASA とアメリカの民間宇宙企業スペース X は日本時間2024年9月29日、有人宇宙飛行ミッションクルー9の打ち上げを実施しました。そして無事に地球周回軌道へ投入されたことが NASA やスペース X から発表されてますということで、いや、無事に成功ですね。いやー、よかったもうね、映像とかもNASA の公式でポストされてたりするので、よかったらね、見てみてほしいんですけど、みんなもパチパチってやってくれてますね。ありがとう。このクルー9は通常だと4人が乗るはずだったんだけど、今回は2人しか乗らなかったんですよね。で、それはなぜかっていうと、6月に ISS に到着したアメリカのボーイング社のスタイライナー宇宙船に、トラブルが起こってしまって、人を乗せて地球に帰ってくることがね、ちょっとできなくなっちゃったんですよ。で、帰れずに ISS に残ってたその人たちを地球に帰還させる役割をこのクルー9が担ってるそうなんです。2025年2月まで ISS に滞在しまして、4人で地球に帰還する予定だそうですよ。そう、2人残ってたからかって、まさにそれなんですよ。お迎え行くぜって言って、4人で帰ってくるぜっていうね、ことだったんですね。野々村さんありがとう。アルルンのいる未来に向かってちゃんと時間軸が進んでるねってそうなんです。いや、やっぱね、未来でね、こう文献を見てただ。これはギリギリか、まずいか、あんま文献とか言っちゃダメなやつかなそうなんです。1ね、300年後からインターンで来てるもので、たまにね、ポロッと、宇宙の情報を言っちゃいそうにはなっちゃうんですけれども、そこはね、流してください。聞かなかったことにしてください。いや、でもね、これさ、ほんと、帰還がね、できず、ね、だってさ、なかなかさ、帰れないのって言って、じゃあ待つしかないのかってなるってさ、どんな気持ちなんだろうって思っちゃうわけですよ。まさにさ、宇宙兄弟みたいな話だよね。ちょっと皆さん宇宙兄弟読んでますかいや、本当にそのね、宇宙兄弟では、ちょっと若干ネタバレの話なんだけど、月に2人ね、取り残されて、果たしてどうなるか、みたいなね、部分があるんですけれども、まさにね、そんな状況なわけですよ。本当にある話なんです。でも、こうしてね、実際このクルー9じゃないですけど、いろんな方たちが、準備をして、ちゃんとお迎えに行くんです。いやー、チームワークというか、素晴らしいですね。そうですね、終電逃したサラリーマンとまたちょっと次元が違うかなとは思いますけれども、ちょっと地球規模と宇宙規模と言いますか、宇宙だけに次元が違うと言いますか、次行っていいですかはい、じゃあ続いてのニュースは、日本旅行と将来宇宙輸送システム株式会社
宇宙旅行の商品化で業務提携です。こちらは宇宙ビジネスの話ですね。知ってる方いらっしゃいますかね。どうかな。旅行会社の日本旅行と宇宙スタートアップ企業の将来宇宙輸送システムは宇宙旅行の事業化に向けて業務提携契約を結んだと発表しました。未来に向けて一般の人たちに宇宙旅行プランを考えたり、旅行商品の企画と、宇宙空間への輸送システムにおけるなんていうかな、両者の知見を持ち寄って宇宙旅行の商品化を目指すといった動きとなってます。みんなわかりますかね。どうだろう日本旅行さんすごいでしょ。そうなんです。今ね、そういう民間企業さんも宇宙のこの宇宙ビジネスにたくさん来てくださってるんですね。いや、これが未来につながるわけですよ。でね、2030年代に宇宙旅行を共同で商品化して40年代に運用する計画となってます。いや、ルナクルーのみんなは宇宙旅行って行ってみたいですか？ちなみにどんなネーミングの宇宙旅行行ってみたいですか？みんなはどうかなどうだろう。なんかみんな、あら、いいですね。世界の果てには大切な人と行きたいかなってロマンチックですね。最高じゃないですか。木星の嵐のうねうねを一度実際に見てみたいな。なるほどね。そういうね、ツアーとかも組まれるかもしれないですよね。いいですね。皆さんいっぱい。地球周回できたらそれで満足かもって。いやー、やっぱね、いいですよね。あえて古めのアポロで行きたいとかね。いいじゃないですか、それも。宇宙船を、ちゃんとね、その時の技術ではやるけれども、側としては、アポロ宇宙船で行くとかね。そういうのもかっこいいですね。あるかもしれない。みんなさすがですね。いや、でも宇宙一周旅行ってなったら、それはちょっと何万年とかだいぶかかりそうですけれども。でももしかしたらね、もう、1位は300年後だけど、さらに未来にはね、それくらい人って生きられるかもしれないですからね。そしたらそういう旅行プランとかも考えられているかもしれない。バージン・ギャラクティックとかで同じようなこと考えてるはずですよ。いや、皆さんさすが詳しいですね。そういうところでも入れてくれるなんて。さすがです。ちなみに1は1はね、どんなネーミングの宇宙旅行に行ってみたいかと言いますと、アルルン、ルナクルート、銀河超特急とかね。ちょっとふざけすぎかな。でもさ、39とかあるじゃないですか。そういうのでさ、できるかもしれないじゃないですか。まずいかな。これちょっとまずいかな。わかる人いるかな、このネタ。ですよ。まずい。そうよ。こういう時に限ってですね、こういう時にね、見るね、ライアンがね、いいんですよ。本当に。最高なんですよ。ちょっと待ってね。そうみんなもいろいろと。銀河鉄道ですよ。最高じゃないですか。待って。将来宇宙輸送システムはでもすでに予約開始してるらしいです。なので気になる方は要チェックですね。ぜひぜひ、皆さんこれね、状況も日々見てってくださいね。お願いします。で、もうすでにですね、アメリカの、さっきもありましたけれど、ブルーオリジン、それからバージン・ギャラクティックですね。あと、スペース X などの企業が、無重力を体験できる小宇宙旅行や ISS に滞在する宇宙旅行、展開しているんです。で、宇宙旅行って聞くと、みんなはね、まだまだ先の話だって思うかもしれないけど、今、世界で宇宙旅行に行く人増えてきてるんですよ。実はすでにね NASA とかのプロ宇宙飛行士よりも一般の人の方が多く宇宙に行っていたりするんだよ。知ってた？こ
こそこそと。実はね、実は。まあ、でも、宇宙旅行にかかる費用って、約1000万から50億円ほどするってね、言われてたりするんですけど、でも、近い将来ね、もっと安く、誰でも気軽に宇宙旅行に行ける未来がちゃんと来るので安心。うっぷす。やっちまったぜ。300年後ですから、そういう感じにはね、なってるかもしれないよね。はい。気を取り直しまして、ここからは、そもそも宇宙ビジネスとは何ぞやということで、できるだけわかりやすく解説していこうと思います。ではまず宇宙ビジネスの意味ですねは、ロケットや人工衛星の打ち上げとか衛星データの活用などなど、宇宙空間を利活用するビジネスの総称が宇宙ビジネスなんです。さっきブルーオリジンやスペース X などの民間企業の話したけど、もともとは宇宙ビジネス、宇宙開発って国家プロジェクトのイメージがあると思うんだけど、今は宇宙開発の規制が緩和っていうのかな、されたり、 ISS が2030年で引退するとかっていう理由で民間企業がどんどん参入して民営化が加速してるんです。いやー、新しいビジネスの機会が宇宙に広がってる、まさにフロンティアですね。どんどんね、身近なトピックも生まれてってるんで、紹介させてもらいますね。例えば、宇宙食。チューブで食べてるとか、なんか宇宙食だと美味しくなさそうみたいなイメージ持ってませんか？これね、まず1個、これみんなびっくりしてくれると思うのが、ローソンの唐揚げくんの宇宙食。これスペース唐揚げくんがすでに開発されてるんですよ。これなかなかすごくないですか？何味なんだろう。何味かなコスモ味結局何味やねんそうなの、風猫さん、唐揚げくんがね、開発すでにされているんですよ。みんなはどんな味すると思いますか？そうそうそう、みんなも詳しいですね。柿の種とかあったねとか、詳しい。そうなの。ブラックホール味らしい。とんでもなさそうだな見た目黒いのかな、唐揚げくん気になるな。いろいろくれてますね。コメントありがとうございます。ちなみにね、この唐揚げくんはですね、フリーズドライみたいですよ。あとは唐揚げくんの今話したけど、西のカップヌードル、 UFO、 あとねカレー飯とかもあるらしい。あとは大塚製薬のリポビタン D、 地上の美味しさはそのままに宇宙空間に合わせて調整してあるみたいですよ。いや、いろいろあるよね。あとは例えばスープは、これはあれですね、これヌードルとかだと思うんだけど、スープは飛び散らないようにとろみがあるようになってたり、味の調整もしてあるみたいです。他にもね、たくさんあって、宇宙日本食として宇宙ステーションの中で超人気メニューになっているとか。他にも、これはまた宇宙食ではないんだけど、宇宙で着る服もね、民間企業が作ってて、どんどんおしゃれで快適になってます。例えば、ビームスと JAXA がタッグを組んで、宇宙飛行士が ISS で着るウェアを製作してたりします。吸水速乾抗菌消臭みたいな性能が盛り込まれてて、民間企業の技術がまさに活かされてるんですね宇宙船から放り出されてファイト一発そういうでもさ CM が今後できるかもしれないよね。そしたらぜひ位置をぜひ位置そういうのできますよ。ファイトを一発ってちょっとできますよ、位置じゃあぜひイチとケイン小杉さんで
ぜひぜひよろしくお願いしますとかねとかね。だからまあね、ISS はね、洗濯機がないから着るものはね、使い捨てらしいんですよ。だから抗菌消臭ってすごい大事なんだって。いやー、誰もが宇宙に行く未来を見越して民間企業がどんどん参入してきてて、すごい盛り上がってるんだ。2040年までに全世界でおよそ140兆円市場になると予測されています。まさにビッグウェーブなんです。もうこれは乗るしかない。今ね、そうみんなに紹介した通り、もうこれは乗るしかないんですよ。企業さんにもね、この配信に出てもらって、いつかお話聞いてみたいな。コラボお待ちしてます。みんなも聞きたいよね。だってぜひぜひお願いします。ではでは次ですね。今身近に感じられるようなトピックとして宇宙旅行とか宇宙食の話をしたけど、食べ物とか服とかでも宇宙が関わった瞬間に宇宙ビジネスになるんですよね。で、他にもいろいろと宇宙ビジネスってあると思うんだけど、あるんだけど、ルナクルーのみんなは何が思いつきますか？いや、きっと面白い回答がいっぱい来るんだろうなきっと。あ、ゆかいさん、風呂テラ風呂テラだよ。また遊び来てねお、聞きたいよね、やっぱね。ありがとう。さあ、そんなね、宇宙ビジネスいろいろありますが、みんなは何を思いつきますか？お、なんか衛星画像サービスとか。なるほどね。イリジウム携帯とかドローンとかも宇宙ビジネスでありそう。硬派ですなお、宇宙発電とか宇宙合金とか宇宙ドレッシングとか。なるほどねハードル上げ別にハードル上げてないよ。なんも別に上げれてませんよ。あとデブリ回収業者。なるほどね。スターリンクとかね。天気予報とか。無重力化で、これチキンで合ってるかな。あ、ごめんね。漢字弱いんだ。チキンとか。あと月面車の開発で宇宙交通手段ビジネス。かっこいいですねクディッチのワールドカップ、なるほどね。この無重力化ではできるかもしれないよねちょっと見てみたいとこありますけど、夜勤だった。違った。間違えちゃった感じ。全然違ったや。違うじゃんね。無重力で常にホームランを打てるバッティングセンター果たしてそれはね、確かにホームラン打てて気持ちいいけど、果たして毎回ホームランになってしまうっていうのが分かってる上でやることはゲームとして成り立っているのか。それはみんながちゃんと楽しくいつでもやってくれるものなのかでもさ、そういうのをビジネスとしてさ組み込んでやるのは面白そうだよね。みんなやってみたいとは思うそもそもまずね、弾飛んでこないからね、バッティングセンター確かに無重力スポーツはやってみたいよね。これはね、ぜひぜひね、もう開発が。でもそういうね、なんて言うんだろう、このネタみたいなものはやっぱ出てきているものだからね、近い未来にこれができるように、みんなもね、体験できるようになったらいいよねはい、ではもう少しですかね、詳しく宇宙ビジネスについて説明をねしたいと思います。宇宙ビジネスには様々な分野があるんだけど、今回は分かりやすいね分野を3つ紹介したいと思います。ちょっとこれ見てみてください。じゃじゃん。機器製造、管理、運用、宇宙利用の3つをチョイスしてみました。これね、まずね、1つ目の機器製造の方ですね。これはみんなが最初に思いつくであろうね、ロケットや人工衛星の製造。これはイメージしやすいザ宇宙ビジネスって感じだよね。で、2つ目は、管理運用です。これはね、あんまり聞いたことない人もいるかもなんだけど、例えば保険サービス、宇宙ゴミの回収っていうのが挙げられます。もうね、宇宙に保険があるんですよ。っていうかね、あるんです、実際。
まあね、やっぱりね、そういうロケットで飛行士さんとかがね、やっているものだから、すでにあるものなんです、保険はね。で、保険っていうのは、ロケットっていうのがまだ発展途上で、どうしてもね、たまにだよ、トラブルが起きちゃったりとかするんだけど、積み荷の人工衛星を民間の企業が開発してたりすると、たくさんの技術とお金をつぎ込んだ、我が子にはね、保険をかけたいみたいなニーズが生まれるんだ。で、こうやってということでね、保険っていうものがね、やはりこうビジネスとして成り立つわけなんだけど、こうやって新しい宇宙ビジネスって広がっていくんだよね。積み荷がトラブルで破損しちゃうっていうのは地上のね、物流でも一緒だから、宇宙特有の課題ではないとは思うんだけれども、でもそういうのでもやっぱ保険っていうのはありますからね。もちろん宇宙にもね、適用されるものっていうことで、宇宙ビジネスでこういうのも取り扱ってます。で、3つ目です。3つ目は宇宙利用。この中でもね、結構細かく分かれるんだけど、私たちの暮らしと関係してるところで言うと、人工衛星データを活用した天気予報とか GPS、カーナビとかスマホの位置情報とかにも使われてるやつですね。他にも海上、あとは災害現場では衛星通信が有効な通信手段として大活躍したり、地球の広範囲を観測できることを利用して環境問題の解決に向けた温室効果ガスなどのデータ収集も行われています。いやー、宇宙ビジネスって言ってもいろいろあるんだな。地球上の生活を豊かにするために宇宙を活用することもあれば、地上では当たり前の技術や考え方を宇宙に適用することもあるんだよ。いや、でもコメント見ているとあれなんだけどさ、ほんとみんなよく知ってますね。すごいみんな。さすがです。でもみんながこうやってさ、コメントでも残してくれるとさ、宇宙ちょっと気になってるよとか、民間企業さんで宇宙でビジネスなんかやってみたいんだけど、どんなもんなんだろうと思って1のね、配信を見てくれた人が、1のね、この解説とともにみんなのね、コメントを見て、あ、そうなんだって思ってくれるから、みんなのコメントもめっちゃ嬉しいです。ありがとう。いや、だからみんなも詳しくてありがたいわ。1も勉強になります。1もね、新人宇宙飛行士で、まだまだね、勉強中だから、さあもうめっちゃ助かりますね。ありがとう。ということで、本日のアルルンの宇宙ニュースは、これにて終了です。あ、結構ね、サクサク来ちゃいました。いやー、かなりサクサク来ちゃいましたけれども、いやでもね、1も宇宙食はね、すごい気になってて、いつかさ、1のさ、この配信でさ、ASMR じゃないけどさ、宇宙食ASMR なのか、なんかこう食べてみた感想とかのやつやってみたいな。みんなは気になる？あとはみんなが、1にさ、あるるにこういう宇宙食食べてみてほしいとかあったら教えてほしかったりするな。食レポ？そうそうそう。ね。でもね、ちなみになんだけどさ、今日のね、宇宙ニュースとかでもなんとなく、なんかみんな、はぁってなったと思うんだけど、宇宙ニュースってさ、あんまりにもいっぺんに出すとね、頭がパンクしてしまうってなっちゃうね、方がいらっしゃったりもするかもしれないし、ネタがね、あっという間に、尽きちゃったら、とかね、あったりするから、ちょっとずつ小出しにね、みんなにでも分かりやすくね、お伝えをね、したいと思っているので、そこのとこよろしくお願いします。ちなみに今日はみんな大丈夫でしたかね。ついてこれ、でもコメントを見る限りね、プラスアルファで言ってくれてる方もいたけど、かなりね、宇宙ビジネスの部分とかのね、解説だとね、ちょっと難しいこと言ってんなーみたいな感覚はあったんですけど、大丈夫でしたか？ついてこれましたかね。でもこれを機にね、調べて勉強とかね、してみてくださる方がいたら嬉しいなーって思います。宇宙食工場見学とかね、いいですね。それも最高じゃん。それ楽しそうだな。野々村さん、可愛い声聞いてるから内容は6割くらいか。いいよ、でも6割分かってくれたらもう最高ですよ。素晴らしいです。
そこからね気になった方いらっしゃったらねぜひともね調べてみてほしいのでね、よろしくお願いします。でもみんな宇宙食やっぱ興味ありますかね。じゃあ今度は宇宙食とかいろいろ紹介してみようかな。まあ1の300年後の宇宙食じゃなくって、あくまで今のね現代の宇宙食だけどね。でも逆に言えば現代の宇宙食って1あんま食べたことないからちょっと食べてみたいな。配信するか、会食配信するか。みんなもちょっとさ、1がなんとなく宇宙食食べるよってちゃんと事前に言っとくからさ、みんなもちょっと宇宙食調べて買っといてもらって、みんなで一緒に食べるか。みんなで一緒にもぐもぐ会するか。楽しそうじゃない？やろうよ。ぜひぜひよろしくお願いします。いやー、ということでね、あっという間に時間っていうのは経ってしまいましたけれども、これで本日は終了となります。いやー、宇宙ニュースから宇宙ビジネスまでね、今日はたくさん勉強できましたね。みんな最後まで聞いてくれてありがとう。事前に教えてくれれば買ってくる。本当？了解。じゃあそれやるってなったらちょっと早めにお知らせはできるようにするね。やったー、ありがとう。もう半時間ぐらいやろうよ。やる？雑談になるよ。みんなでじゃあ口なんかパサパサにしよう。そうだね、やろうやろう。でも食べ方によってはね、ちょっとこう例えばお湯とかでさ、こういうねちょっとこう柔らかくしてパサパサにならないようにとかもできるようにねあると思うから、それもねちょっと紹介できたらいいな。確かになんかパサパサにならない方法があったらそれもちょっと紹介とかできたら面白いよね。ありがとうみんな。ね、宇宙ニュースあと300年配信してほしい。1元に帰れちゃうなそれ。1帰れちゃうじゃん。そうでね、宇宙食で思い出したんだけどさ、そう今ねちょっとお湯でっていうのも言ったんだけどさ、この前臼井クリア先輩が宇宙食たこ焼きを食べてましたね。あれもねちょっと食べてみたいな。現代のねたこ焼き気になりますよ。なのでみんなも一緒によかったら食べましょうね。さあ、ということでですね、次回はあさって3日の木曜日の20時から、3日木曜日の20時からです。へへへへへ。ふふふふふふふ。なんと、次回は、へへへへへ。ゲーム配信するよー。食べてる人いるやん。硬かった。そっか。でもね、それでもやりましょう。ゲーム配信します。何をするかは、当日のお楽しみです。ヒントは、宇宙ゲームです。それ、ヒントちゃう。答えや。なんだけど、ちょっとね、いちがね、これなんか素敵と思ったやつをね、チョイスしてみたので、マジ初見プレイなんですけど、やってみたいって思ってます。ので、ぜひね、いちのツタネーゲーム配信を、みんなに見守ってもらえたらなって思ってます。ちなみに変な宇宙縛りとかないですよ。ないからね。あとは他にやってほしいゲームとかあったらぜひみんなには教えてほしいです。よろしくお願いします。流行りゲームとかもね、一さ300年後から来てるからさ、今の流行りのゲームってさよく分かってないからさよかったら今こういうのとか流行ってるみたいだよっていうのあったら教えてください。でもね、どうせなら宇宙がまつわってたら嬉しいなとは思います。でもそれ以外も大歓迎です。よろしくお願いします。何でもいいからホラギやってほしい。今さ、うつろまゆだけいっぱいいろんな実況者さんとかやってるよね。あれでも怖そうだし、一の多分ゲームプレイ技術だとできなさそうなんだよなとは思いますが、でもね、ぜひぜひみんな教えてくださいね。よろしくお願いします。
いやー、ということでみんな今日もコメントもたくさんくれてありがとう。よかったらね、他にもこのアーカイブでもコメント残してほしいとかもあるし、いいねとかも押してくれたらいちがめっちゃ喜びます。ハッシュタグでもぜひぜひつぶやいてね。それではみんな、おつるなティー。これにて配信終了。